皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。お手伝いのメタンです。今日は配信者の電卓アプリのメモ OCR 文字認識機能について説明するのだ。この動画では画面の順番で説明をしていきますね。チャプターが切ってあるので興味のあるところまで飛ばしていただければ幸いなのだ。行きましょう。この配信者の電卓アプリ、毎回バージョンアップ内容がへんてこなのよね。だいたい今更まだ機能追加するようなポイントなんて電卓にあったかしら。うぬぬ、配信者は意外にまだずっと作業を続けていたらしいのだ。今回はバージョン 6.03 からメモ機能を大幅に強化したのと OCR 機能を追加したと胸を張っていたよ。また妙な方向に進み始めたわね。 OCR？ それって何だったかしら。方角文字認識のことでカメラで数字を読み取れるようになったのだ。あら、ちゃんと動けば意外に便利かもしれなさそうね。読み取り機能は Android の機能に依存しているので、どれくらい正確に読み取れるかは機種次第というところは否めないね。初めから言い訳じみているところを見ると雲行きが怪しそうね。一応読み取り率向上のための工夫をいくつか仕込んでおいたので、標準状態よりはマシになっているとは思うよ。あら、では見せてもらいましょうか。配信者のその工夫とやらを。まず従来からあるメモリスト機能について軽くおさらいするのだ。3つのメモリストがあって買い物リストとか作れる機能のことね。どれくらいの方に知られて使っていただいてるのか甚だ不安な機能の一つだわ。というかそんな機能ばかりがアプリに詰め込まれていて、とても説明が追いつかないのが筒の種なのよね。風の根も出ないけれど気を取り直して解説を進めるのだ。ここで使うのはメモキーになるよ。例えば買い物をしている時にメモキーを押すことで画面の表示内容がどんどんメモリストに送り込まれるよ。そしてメモキー長押しで登録されたメモリスト画面を開いて確認できるのね。そうなのだ。メモリスト画面の下には合計も表示されるので、計算をしなくても合計金額がすぐに確認できるという機能だね。従来は計算履歴画面のおまけ機能だったけれど、今回からメモとしての使い勝手を良くする改良を進めたのね。まず今回からはメモの数字をタップすることで内容を編集できるようになったのだ。間違えて登録しても訂正ができるようになったのね。メモとして使うのならば今更だけれど当たり前の機能だね。従来は計算履歴画面を元にしていたから内容の編集は行えなかったものね。さらに項目をドラッグして順番を入れ替えられるのだ。やっとメモらしくなってきたわね。内容の重要度や買い物の順番などで好きなように並べ替えることができるので工夫して使ってみてほしいのだ。これなら少しは使ってもらえそうね。そして項目ごとにピンと目が行えるのだ。計算履歴画面と同じようにピンをつけた項目は一括削除から除外されるのよね。その通りなのだ。ただ計算履歴画面ではピン止め項目は重要項目としてリスト上部に表示されるように並ぶけれど、メモ画面においてはピン止めしても表示順は変わらないのだ。ちょっとピン止めの意味が変わってくるわね。これはどういうことかしら。メモ画面では画面下部の括弧内にピン止め項目だけの合計が表示されるようになったのだ。なるほど、適当にメモに追加しておいた項目の中からピン止めでピックアップしたものだけの合計を見ようということね。例えばどのアイテムを組み合わせると合計金額が予算内に収まるのかといったことをこの画面で検討できるようになったのだ。今回から Gmail みたいなスワイプ操作も追加してみたよ。左にスワイプすると赤い背景とゴミ箱アイコンが、そのまま指を離すと削除されるのだ。右にスワイプすると青い背景とピンマークが出るのね。これでピン止めのオンオフも簡単にできるのだ。これならば雑に登録したメモも簡単に整理できるようになったわね。画面上部のアイコンでメモ全体をコピー・ペーストできるようにもなったよ。メモ1の内容全体をメモ2にコピーとかできるということかしら。そうなのだ。バックアップを取ったり別の計算に使ったりできるよ。他にもメモ1に雑にどんどん登録しておいてメモ2にコピーしてから内容を整理するといった使い方もできるわね。そうだね。例えば店頭価格を調べてどんどんメモしておいて後でコピーしてから買うものだけをピックアップするという使い方を想定しているのだ。メモの使い道がだんだん具体的になってきたわね。配信者はメモ1にとりあえずメモ2にコピーして整理
メモさんは覚えようのメモといった使い方をしているわ。さて、今回の目玉機能 OCR 文字認識について解説するのだ。言ってみましょう。そもそもどういう時に使うのかしら？レシートとか請求書、値札などの数字を入力したい時に使うことを想定しているよ。カメラや写真から数字を読み取れるから間違いを減らすことができるのだ。ちゃんと読み取ることができたら手入力の手間が省けるということね。まずカメラボタンを押すと、スマートフォン標準のカメラ機能が立ち上がるのね。例えばレシートを撮影するとこのように数字が認識されるのだ。元画像の上に認識された数字が表示されるのね。画像の中の数字なら手当たり次第認識しているわ。複数の認識された数字から欲しいものだけタップして選択できるのだ。選んだ数字にはチェックマークがつくのね。複数を選択すると画面の上には合計が表示されるのだ。なるほど。計算機に送り込める数字は一つだけだから複数選択の時には合計を使うのね。すべて選択、ボタンも見えるわ。いちいちタップしなくても全部の数字を一気に選べるよ。そして OK を押すと合計値が計算機側に入力されるということね。同様にフォトボタンを使えばスマホ内の写真からも認識できるのだ。店頭でメモ代わりに取りためておいた写真や過去に撮った写真からも読み取りできるということね。ギャラリーから選ぶだけなのだ。あとは同じ流れで操作できるよ。ところで数字を囲む枠が色分けされているけれど、これは何を表しているのかしら？認識の確からしさ、信頼度を表しているのだ。緑が自信あり、黄色はちょっと自信ない、赤は怪しいという感じを表しているよ。なるほど。全体的に認識率を良くするにはどうしたらいいのかしら？認識画面にあるチェックボックス、事前画像処理を有効にするを使えるよ。この機能を使うと元画像を白黒にしたりコントラストを調整して読みやすくできるのだ。チェックして再認識ボタンを押してみるわ。画像が白黒になって認識の様子も変わってきたわ。そうでしょう。さらに設定ボタンで細かい調整もできるのだ。コントラスト、明るさ、シャープネス、面倒くさそうだけれどいろいろ調整できるのね。大体は初期状態でいいけれど写真の状態に応じて調整するとより認識率を上げることができるのだ。いじりがいがあるとも言えそうね。こうやって事前画像処理を行ったとしても見当違いの認識をされてしまったらどうすればいいのかしら？そんな時には認識された数字を長押しすれば訂正入力ができるのだ。元画像をピンチイン、ピンチアウトすれば拡大表示もできるから内容をしっかり見て確認することもできるよ。なるほど。多少の間違いならばもう一度認識させるよりも打ち直した方が早いわね。手書き文字や複雑なフォント、飾り文字は認識しにくいからどうしても手入力は必要になってくるね。そして今回からここまで説明してきたメモ機能とカメラ機能を組み合わせることができるようになったのだ。カメラメモや画像メモボタンを使ってみるので、さっきの説明のように認識された数値を選択してみるわ。そうすると認識された内容がメモに登録されるのだ。メモ内容を見てみてよ。なるほど。画像のサムネイル付きでメモが登録されるということね。これならばメモ機能も使ってみようと思っていただけるかもしれないのだ。やっと人並みのメモ機能に育ってきたわね。じゃあ実際の使い方を見せるのだ。まずは買い物の時のメモを例にとってみるよ。品物のお値段をとりあえずどんどんメモ位置に登録していくだけでいいのね。メモリストを開けば今の合計金額をいつでも確認できるよ。買い物途中で予算を超えた時にはどうすればよいのかしら？ここでピン止め機能を使うのだ。ピックアップしたいものにだけピン止めをつけていくと画面下部で一部だけの合計を出すことができるよ。なるほどね。これで予算内の収まるものだけピックアップできるのね。他にも例えば価格調査の時にも便利に使うことができるよ。ほうほう、どういう使い方かしら？例えばパソコンを DIY で組み立てしたいと思って部品を求めて電気街をうろうろするとするでしょう。それぞれの部品の候補をどんどんメモに放り込んでいくのだ。写真やメモを追記すると分かりやすくなりそうね。そしてそのメモ全体をコピーして別なメモに貼り付けてから検討開始だね。良さそうなパーツだけ選んでピンと目をつけていくことで部品の選択と全体予算の検討も合わせて行えるよ。なるほどね。
最後にピン止め以外全部削除を行えば望みの買い物リストが出来上がるということね。以上がこのアプリのメモ機能と OCR 機能の説明だったのだ。ここでちょっとぶっちゃけてみてもいいかな。あら、ほどほどにできるのならばどうぞ。 OCR 文字認識機能は話題性のための人寄せパンダ機能なので、便利なメモ機能だけでも使ってみてほしいのだ。これそれじゃあまるで配信者がまた無駄機能に工数を費やしたように聞こえるじゃない。また使われない機能の歴史に1ページが追加されたのだ。やめろお前。それではまたおお会い会いしましょう。しましょう。